を聞こう。皆さんこんにちは。アンニョンハセヨ、風花です。さて4月に入りました。日本では新年度のスタートですね。先週の桜の歌をね収録した時が実は大阪まさに寒の戻りの時期でしてですね、最低気温が2度とかだったんですよ。なんかあんな浮かれた感じでこう花を振ってね撮ってたんですけど、実はね部屋の中めちゃめちゃ寒かったんですね。で大丈夫かなと思ったんですけど、無事に気温が上がって桜も咲いて、ちょうどいい時期にねリリースできて安堵しております。この番組事前収録をしておりますので、季節の話をするとねちょっとこうタイムラグがあるので、その通りになってくれるかドキドキしながら撮っております。さて今日は4月になりましたので、今月のテーマから発表いたします。今月のテーマは肯定シリーズということで、韓国ではですね、その分野で実績のある人を皇帝とかですね、帝王とか王子とか、そういったこう呼び名でね呼ぶ風習があるようで、今月は皇帝、韓国語ではファンジェと言います。この皇帝と呼ばれている現役ながらもうレジェンドレベルの歌手というのをね4人紹介していきたいと思います。まずバラードの皇帝ソン・シギョンさん、そしてシン・スンフンさん。ライブの皇帝イ・スンチョルさん、イ・スンファンさんの順にですね、お一人ずつ紹介して歌をカバーしていきたいと思っております。この番組カンバラを聴こうというタイトルなのに、なぜこの韓国バラードといえばというこの皇帝級の歌手がまだ出てきていないのだというね思ってらっしゃった方ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、お待たせいたしました。今月満を持して皇帝シリーズでございます。まずバラードの皇帝といえばですね、私が最初に知ったのはシン・スンフンさんだったんですけれど、ここ数年はですねソン・シギョンさんも皇帝の仲間入りをされて、後ほどお話ししますけれども、シギョンさんがですね日本のテレビによく出演されていて、その日本のテレビでねバラードの皇帝というふうに紹介されておりまして、でこの皇帝シリーズ4人っていう企画を思いついたんですよね。結構長い間温めていた企画でございます。そして今日は1人目ソン・シギョンさんへの愛を語る会に知りたいと思っているんですけれども、本当にシギョンさんを語り始めるとですねもう何時間になるかっていう感じなんですよ。この番組はだいたい15分ぐらいでまとめるっていうことを毎回目指しているんですけど、なんか思い入れがあったりとか語りたいことがいっぱいあるとなんかすぐ15分オーバーしちゃうんですよね。でシギョンさんは本当に歌の面でもあと語学の面でも本当に尊敬してやまない歌手なので、今日はねもう多分15分超えちゃうと思いますね。長くなるとは思うんですが、ちょっとなるべくサマライズしてシギョンさんの魅力をねまずお伝えしていきたいと思います。いつもの基本情報からいきますけれども、ソン・シギョンさんは1979年生まれの42歳でいらっしゃいます。韓国でのデビューは2000年なんですね。なんでデビュー22年、もうベテランレジェンド歌手ですよ。そしてシギョンさんは2017年にも日本でアルバムを出されて日本デビューされているんですね。そしてさらに日本語でのオリジナル曲のアルバムも出されています。で2018年には NHK の韓国語講座、ハングル講座だったかな名前は。でこちらにレギュラー出演されておりまして、で私はこれをね全部録画してシギョンさんのシーンだけ全部見ました。あんまり勉強してないですね。シギョンさんのところだけ抜き出してね全部見ましたね。でこの一連の日本での活動というのを機にソン・シギョンさんや韓国バラードと出会ったというね日本人の方も多いのではないでしょうか。そして、シギョンさんの歌唱技術の特徴の話をしていきたいんですね。
まずシギョンさんはすごく体格がいいんです。ご存知の方はねいらっしゃると思うんですが、背が高いんですよ。まずシギョンさんすごい背高い、180ね、180から190の間だと思うんですけど、かなり背が高くて、で胸板も厚くてすごいがっちりしてるんで、なる体をしてるんですよ。歌ってこう体全体を楽器のように使って響かせるっていうところがあるので、このフィジカルの強さとか体格っていうのもとっても声の響きには影響してくるんですが、シギョンさんは、そういう面ですごいこうフィジカル的な強さとかポテンシャルっていうのをね持っている人だと思います。ですがこの体すごい強いんですけど、必要以上には叫ばないんですよ。まずここがね一つ目のシゲンさんの歌唱技術の特徴だと思います。高い声とか大きい声っていうのも出せるんだけど、出しすぎないというか、もうそればっかりを武器にしていないっていう感じですね。でこれは表現力とやっぱ技術力がすごく高いからできることなんですよ。ある意味大きな声っていうのはこう分かりやすいですよね、表現として。誰でもこうすごい声量で鳴る声っていうのを聞いたら、おすごいなとこうね、声で圧倒されるっていうところがあるんですよ。でもちろんねこの大きい声を出せるとか、あと高い声を出せるっていうのはすごいことなんですけれども、実はそれは歌唱技術においてはあくまで一つの要素に過ぎないというか、一つの要素なんですよね。で私が本当に技術力が高いとか歌がうまいなって思う歌手っていうのは中低音域ですね。言ってしまえば誰でも出せるような平凡な音域、こういった音域で繊細な表現ができる歌手っていうのが本当に、私はすごいなと思ってるんですけれども、まさにシギョンさんはそういったその中低音域での声の出し方の技術っていうのがめちゃくちゃ高いし、そのバリエーションもすごく多いんですね。かすれ声とかつぶやいたような声からこうちょっとずつ厚みを作っていくようなね歌い方まですごく繊細に表現されます。なので、まとめるとこのシギョンさんっていうのは圧倒的な声量とかフィジカルを持っていながらも繊細な部分で勝負できるっていうところがこのシギョンさんの本当唯一無二という歌唱技術の素晴らしさだと思いますね。でシギョンさんの声っていうのは全体的にね、柔らかい響きがありますよね。で結構こうかすれ声とかささやくような声を使われたりで、大きい声出された時もあんまキーンとはしないんですね。ふくよかなこう響きで声のボリュームをこう使いこなせると。そしてそれがこう適切なタイミングでシームレスにできるっていう感じなんですよね。こうバラードのカラオケの構成っていうのは最初ピアノからこう静かに入っていって、だんだんこうストリングスギターとかドラムとかそういった風に音が重なってこう壮大になっていくっていうことが多いんですけれども、シギョンさんは本当にもうつぶやくような声から始まってだんだんこう顔、胸、全身響かせるみたいなね、こう響かせる範囲をどんどん拡張していくんですけれども、その過程のこうシームレス感、急に大きくなったり急にちっちゃくなったりっていうのをしないんですよ。で、そこがね本当に上手で、それによってやっぱりこう歌詞にすごい集中できるっていうか、聞いている方は歌詞が心に染み渡ってくるんですね。でこういったシギョンさんの歌唱技術のこの素晴らしさっていうのを感じられる代表曲がですね、やっぱテュサランかな、こう二人っていう題名の曲で、これは結婚式のチュッカっていうお祝いの歌でねよく歌われることが多いそうなんですが、このテュサランという曲だったり、あと星から来たあなたというドラマの OST で大ヒット曲の一つであるノエモデンスンガン、君のすべての瞬間という意味ですが、この曲もですね本当最初少ない音から始まって最後壮大に終わるっていう、このシギョンさんの歌のね厚みの作り方がすごく勉強になる曲です。でこのノエ・モデュンスンガンはこの原曲ももちろん素晴らしいんですけれど、ピアノだけで歌ってるねピアノバージョンっていうのがあって、でこれをぜひね
原曲とピアノバージョンとこう聴き比べてみていただきたいんですよ。で本当にオケの構成によって歌い方をすごく変えてるんですけど、それがね本当に技術力がもう高いというか、もうえぐいですよ。声でもうゾワってなるぐらいこう響きが綺麗なので、ぜひこのピアノバージョンもね聴き比べていただきたいです。私は自分がね歌い手として活動しているっていうこともあって、この歌手の歌唱っていうのをね分析しながらこう勉強して曲を聴いちゃうみたいな癖があるんですけど、このシギョンさんの今紹介した2曲は本当にやっぱシギョンさん上手すぎて、途中でなんかもう勉強を忘れてお客さんモードになってね、シギョンさんの声に聞き入ってしまうという曲でございます。で韓国では鼓膜彼氏って呼ばれてるそうなんですね。鼓膜ナムチンって言うんですけど、韓国語ね。この鼓膜彼氏っていう表現がもうすごいなんというかこう、生々しいって言ったらちょっと表現悪いかもしれないですけど、なんかすごいわかりますよね。こう囁いてくる声が至福みたいな感じなんでしょうね、韓国の方もね。はい。でここですでにもう10分ぐらい経っちゃってるんですけど、次の話題に行きます。でシギョンさんはですね、歌以外でもめっちゃ頭がいいんですよ。で学力が高いというか大変優秀な方なんです。で韓国の名門大学スカイっていうんですけど、ご存知ですかね。これを題材にしたドラマがね、スカイキャッスルっていうドラマがあったりしたんですけど、SKY っていう3大学があるんですよ。S がソウル大学、K が高陵大学、高麗大学ですね。で Y が四世大学というこの3つの大学の頭文字を取ってスカイっていうんですよ。でこれがトップ校で、ソウル大学は国立、高麗大学、四世大学は私立大学なんですけど、シギョンさんはなんとこの K のね高麗大学出身で、しかも大学院も修了されてるんです。多分日本で言ったら慶応大学出身のトップ歌手みたいな感じですよね。めっちゃ頭いいですよね。で英語もすごい上手なんですよ。だから洋楽のカバーとかもすごいね、歌詞がねスッと入ってくるんですね。外国人が歌ってる英語っていう感じじゃなくて、本当に上手な英語なんですよ。でさらにそれに加えて日本語もね完璧に習得されていて、日本の歌をたくさんカバーして、で日本語でのねオリジナル曲も出されているんですよ。でこのシギョンさんの一連の日本での活動っていうのがですね、私が今こうやって韓国語の歌を歌ってこうバラードをね広めていきたいなと思って活動しようと思った原点といってもね過言ではないです。本当にシギョンさんが日本に進出してくれたっていうのが、私も韓国語としっかり向き合って勉強しようと思った原点なので、ちょっとね少しその話をしていきたいと思います。先ほどもね言ったんですけど、シギョンさんは2017年にドラマという題名の日本語のカバーアルバム、オリジナルも入ってるんですけどね、日本語中心のアルバムを出すんですね。でこのアルバムの中で日本のいろんなヒット曲をカバーしてくれてるんですよ。で私は山下達郎さんのずっと一緒だっていう曲のカバーがすごく好きなんですけど、これ原曲もすごいいい曲なんですよ、達郎さんのね声で。でこれがこう優しい歌詞だから、シギョンさんの声とすごく合ってて好きなんですよね。であとレミオロメンの粉雪、もうこの曲はもうまさに世代なんで、私はシギョンさんが歌ってくれて本当感激しましたね。この粉雪は本当にねフィジカルを生かした超パワフルボーカルでね、これもかっこいいですよ。ぜひ聴いてみてください。そしてシギョンさんは安全地帯とか玉置浩二さんのファンであることをね公言されています。MC ザマックスのねイスさんの回でも安全地帯のね話出てきたんですけれども、結構やっぱ韓国のアーティストの方、安全地帯聞かれてる方は多いですね。でシギョンさんも田園とかワインレッドの心とかね代表曲をカバーされていて、もう私も玉木さんが大好きなんで、この時点ですでに嬉しいんですけど、この安全地帯つながりで
なんとシギョンさんが2018年に出された日本語のオリジナル曲幸せならそばにあるという曲は松井五郎さんがね作詞されたんですよ。この曲も本当に歌詞が素晴らしくて、サビの結びがねどんな時も君は僕が守るっていう歌詞なんですけど、これ韓国語にしたら언제라도 그대는 내가 지킬 거야っていう感じですよね。でそういう歌詞の歌韓国バラードにあるじゃないですか。なんでこの日本語で歌ってるんだけど、このシギョンさんがずっとやってきた韓国バラードの世界観っていうのも大切にしている歌詞で、もう松井五郎さん本当さすがすぎるなと思ったんですよ。でシギョンさんのやっぱ日本語の発音も歌唱も本当に素晴らしいので、もうこのね幸せならそばにあるっていう曲は J-POP のね名曲としてぜひ聴いていただきたいんですが、このシングルが作られる経緯っていうのも私的にはすごい胸熱なんですよね。で松井五郎さんっていうのは日本を代表する作詞家の一人で、なんか3000曲以上書いてるとかだったですかね。で安全地帯の初期の頃、特に 2,3 枚目のアルバムぐらいもほとんど松井五郎さんが作詞されてるんですよ。もうその頃は安全地帯の専属作詞家とかね、6人目のメンバーが松井五郎だとかね言われたぐらい、もう安全地帯の多くの楽曲を作詞されている方で、つまりそのシギョンさんがもうその自分の実力とこのバラードでの実績で敬愛していたね外国の作詞家ですよね、日本のその大御所の作詞家に曲を書いてもらえるぐらいまでこの日本でも認められたっていうことで、いやこれ本当にすごいことだなと思いますよね。もう国を越えて認められる実力があるっていうことで、もう私もね韓国のユ・ヒヨル先生が大好きなんで、ユ・ヒヨル先生に曲を書いてもらえるよう妄想しながら頑張っていきたいと思います、本当にね。そしてシギョンさんは、2018年に日本語能力試験の1級を取得されているんですね。この試験はね難しいですよ。私が大学院に通っていた頃にですね、留学生の子がこの日本語能力試験を受けるからこの問題のね解説をしてほしいっていう風に言われたことがあったんですけど、結構ね混乱と混雑の違いをなんか分かんないといけないとか、あとキラキラとピカピカの違いとかね、なんかこう日本人だとなんとなくのニュアンスでやっちゃってるんですけど、それをこう言語化して説明するっていうのがね難しいような、そういったこう言葉のニュアンス的なところをしっかりね正確に把握しないとこうちゃんと答えられないっていうような問題で、非常に難しい試験なんですよ。でこれにシギョンさんはね合格されたんですよね。でしかも、当然勉強だけをガリ勉してたっていうわけではなくて、もう当時からその韓国の芸能界の第一線で活躍しながらですよ、超多忙な中勉強されて合格されたっていうので、いや本当にすごいなと思って、やっぱりそれだけ語学での実績があるっていうことで、日本語でのねラジオの放送されたりとか、ハングル講座のレギュラーされたりとかね、そう言ってどんどんやっていくわけですよ。でちなみにこの今撮ってる見えるラジオっていう企画をそもそもやろうと思ったのも、これ実はシギョンさんがめっちゃ見えるラジオっていうのをされてて、もうだから本当にすごいシギョンさんに影響されてるんですよね。でもシギョンさんの見えるラジオはもっとねやっぱり予算がかかってるというか、カメラが何個もあって、でカットが変わったりとかですね、途中でピアノを弾いてね生演奏してくれたりとかするんですよね。でそれでこの2018年のシギョンさんの日本での活躍というのを見てですね、もう私も韓国語をちゃんと勉強しようと思ったんですよね。でそれまでなんとなくこうハングルは読めるし、文法も大体わかるかなと、いわゆる中級のテキストっていうのまで終わらせてたっていうような感じだったんですけど、あれだけ忙しいシギョンさんが勉強できるんだから、私もねちゃんと時間を捻出して勉強して試験を受けようというふうに思い立ったわけですよ。でちょうど私はその頃大学院生だったんですけどね、
大学院って修了するのに査読のある英語論文っていうのを何個か書いて、それがアクセプトって言ってね、合格っていうか受理されて、でその後その成果をまとめたプレゼンテーションをしてですね、学位審査という学内のね大学院の中の審査に合格する必要があるんですね。ただね、その論文通ってすぐに学位審査っていうのはいけないんですよ。で時間がちょっと4ヶ月ぐらい私待ち時間があったんですね。論文がアクセプトされてから学位審査のまでの間っていうことですね。でこの間研究は続けてたんですけど、もうでも学位論文通ってるから、そこまでその大学院での研究の仕事が忙しくないっていう待ち時間の時期があって、でその4ヶ月の間めちゃくちゃ韓国語勉強したんですよ。で2019年にトピックの5級に合格しました。でトピックはでも6級が最高級なんで、シギョンさんのようにね最高級に私まだ行けてないんですけど、今年はちょっとね一年発起して頑張ろうかなと思っております。またこのトピックにまつわる面白話もねいろいろあるので、今後のエピソードでお話ししていく予定です。ちょっと今日ねシギョンさんの現在の活動の話もしようと思ったんですけど、もうちょっとそろそろ20分ですよね。もうちょっと長すぎるので一旦今日はねこれで締めようと思います。次回はもうシギョンさんの曲をカバーして、またシギョンさんの今の活動の話とかもしていきたいと思います。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。特に7月リクエスト企画に向けてリクエストを募集中です。 YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。やっぱ最長エピソードになってしまった